はいどうも、市川の便利屋です。本日は盛りだくさんの内容となっております。まずは伐採、そして草抜き、ツタの除去、除草剤散布、そして砂利の敷き直し、いろんな内容となっております。12分間まずはダイジェストを見ていただいて、そして除草剤散布、そして最後はビフォーアフターの見比べとなっておりますので、この辺りね、ダイジェストに飽きた方はもう12分のところに飛んでいただければと思います。はい、今見ていただいてますけども、まずね、木を、細かい枝からこう切ってる最中ですね。はい、いつも通り枝はですね、根元から切ってもいいんですけども、切ると後で袋詰めの時にえらいことになるわけですね。袋を突き破ったりとかするわけで、だから細かく今切り刻んでる最中ですね。はい、そして、今回伐採なのでもう根元から切ってほしいらしいんですけども、一旦ね、剪定っていうものをするとどうなるか、ちょっとその写真を撮りたかったので、思いっきり剪定した場合の木を作ってみようかなと思いました。はい、ちなみに一番右の野生の漆なんですけども、漆の木、こちら多分ね勝手に生えてきたと思うんですけど、もし僕が剪定を思いっきりするとこんな感じになります。はい、骨だけの感じになりましたよね。はい、そして向かって左の今やっているのが南天の木ですね。南天っていうのは群生するんですよね。1本生えたらその横からたくさんこう生えてきてですね、これを何本の木の剪定料金でいただくのか、これ悩ましいところではあるんですけども、数えたら14本ありまして、それを2.5 本と計算しましてお見積もりを出させていただきました。はい、今回いただいた料金の方は最後にお伝えしますよね。はい、ちなみに毎回サムネイルでお伝えしてますけどね、オチが分かってるんですけど毎回発表するというね、よく分からないことをやっておりますけども、はい、今回もいつも通りこのサムネイルを見た方はもういくら作業料いただいたかっていうのは分かっているはずですけども、はい、それを踏まえた上で最後まで見ていただければと思います。さあ、だんだんこの南天の木が出来上がってきましたね。はい、めちゃめちゃ短く剪定した場合はどうなるか、それを見ていただくとね、基本的にこの剪定バサミで刈り込めるものを全部刈り込んでしまう。はい、これ今枝を切っていきますね。剪定バサミで切れなかったものを今ノコギリで切っていると。だからノコギリの出番が来たら、それがつまり伐採作業だということですね。はい、なのであんまり全部切る必要はないよと思っている方は剪定で注文された方がお安くできるから、そのね仕上がり具合をちょっとお伝えしたくて、作ってみました。はい、今綺麗に伐採ができたところですね。右に枝が散乱しておりますけども、このね伐採っていうのはなぜねちょっと値段がかかるかっていうと、剪定枝をこうまとめてですね紐でくくらなきゃいけないんですね。その作業がなかなか時間かかるんですね。切るだけだったら簡単なんですよ。はい、全部そうなんですけど、剪定もそうなんですけど、袋詰めが大変だったりするね。だから今この木もですね、細かく切っていますよね。はい、根元から切らずにまず先の方から切っていって、で葉っぱをこう自分の手で引きちぎってですね取っていくっていうね、そういうやり方を編み出しましたので、はい、今工場のように伐採作業が進んでおります。結構若い木であったり若い枝だと葉っぱが取りやすいのですごく助かりますね。今回も今年生えたばかりの枝だったので切りやすかったですけどね、これがなかなか長老レベルのね木だとなかなか硬くなって切りにくいんですよね。そして袋から枝が突き出るという状況になってなかなか処分難しくなるんですけども、まだやりやすかったかなと思いますね。はい、どんどん作業が進んでいっております。毎回これね画角変えていかなきゃね、ずっと引きの絵っていうのはあまり面白くないですからね。はい、でもそれにしてもこれ今15倍速でお送りしてるんですけども、あっという間に枝が切れてしまいますね。これ結局ね6時間半作業かかったんですけども、15倍速とかね、最初は20倍速で再生してましたけども、はい、そういったスピードでね再生するとあっという間に終わってしまうというのがちょっと悲しかったですよね。はい、ちなみにこれが椿ですね。椿が4本切れまして、株が4つ、切り株が出てますね。思いっきり切り株を短くしてですね、そこに後で除草剤を巻きます。もう生やしてほしくないらしいので、この辺りすっきりしたいと思います。はい、これ切ろうと思ったら腐った株だったので一気に引っこ抜けました。ちなみに抜根作業っていうのは別料金でやらせていただいてるんですけど、今みたいに簡単に抜けるやつはもう普通のゴミとして処理させていただきました。はい、さあ今はこの外のフェンスの下ですね。この辺りがややこしいんですよね。
ツタっていうのは本当に手強くてですね、このフェンスの網目にもう複雑に絡んでくるんですよね。それを一個一個取る、そしてノコギリでフェンスを傷つけてはいけないので、なかなかフェンスを人質に取られた感じがしますね。ツタもなかなか去るものながら、自分がね取られないように複雑に巻きついてしぶとく粘ってくれてますけどもね。しかもお隣さんとの境界線によく生えてまして、ドクダミもそうですけどね、どこから生えてるのかがわからないってね。もしお隣さんのとこから生えてたらこっちが抜く必要はない、そして逆に抜いてはいけないので、でもあいつらにとっては国境とかね家の境目は関係ないですから、どんどん生えてくる。でこっち側が、ね、抜けたとしても、あっち側隣さんの方で生えてた株は元気ですから、またこっちに勢力を伸ばしてくるというね、いたちごっこがもう始まって、ずっと続くわけですね。今回もそのパターンになるかと思いますけども、なるべくこちらの敷地の中に生えてきた株には除草剤をまいて生えにくくするということをさせていただいてます。というのが今回のこのお家っていうのは今人が住んでるわけじゃなくて貸し屋なんですね。なるべく綺麗な状態にしてこれからね、内見見に来た人にいい印象を与えてですね、なるべく借りてもらいたいということだったので、メンテナンスとして、今回は見栄えを良くするというね作業をさせていただいてます。ですので最後仕上げに砂利を敷いてですね、ちょっと綺麗にしてみようかなということですね。結構ね作業量だから多いんですけどね、なかなかボリュームのある仕事でしたね。もともと落ちてたこの葉っぱとか、前回草抜きとかした、葉っぱ、そして剪定した枝が残っています。今この辺りですね。これをまた袋詰めにしないといけないっていうね。これ切るのは簡単なんだけど、その処分が大変なんですよね。その役割が僕に回ってきたということで、結局この袋がですね45リットルのゴミ袋が10袋になりましたね。で剪定枝の束が5束かな、それぐらいになりましたね。これですね、砂利のね袋がこうどっさり溜まってますよね。多分前回住んでた方が砂利を敷こうと思って途中で諦めたようですね。なので綺麗な砂利がこの中に詰まっております。なので今回草を抜いた後にこの綺麗な砂利を敷いていこうかなと思っております。前回の住民の方が成し得なかったのですね。これからやります。今これですね、剪定枝をこうやってね紐でくくってるんですよ。だからこの作業をするために剪定のね枝切りをしている時にこの長さを考えつつ切ってたんですね。なるべくこの一律のね長さになって結びやすくするようにね、じゃないと汚く結んでたら持って行ってもらえないかもしれないですからね。そうなると大変です。そうこうしているうちに次の場面ですね、玄関周りですね。これがすごく楽に思えるぐらいの作業でしたね、先ほどの場所から考えるとね。ただこれ土がね結構溜まってたので、これを今スコープで処理してる最中ですね。なかなか感触のいい土ね、ふわふわの土なので捨てるのもったいなかったので花壇に入れておきました。ちなみに土というのはゴミにはならないので、ゴミにできないので、自分たちで処理するしかないですよね。勝手に捨てちゃダメなんですね。不法投棄になってしまうということで、なるべく再生するように心がけた方がいいかなと思います。そしてまた逆サイドの通路ですけど、この辺りはもうずっと影なのでなかなか草は生えてなかったんですけども、苔が結構生えてますね。苔っていうのは結構難しいですね。苔を取っちゃうと土も取られてしまうので、その辺りなるべくこうなんていうかね、トンボでひっくり返してとりあえず埋めていくっていう作業ですかね。さあ元に戻りまして、この仕上げですね。熊手で集めて、ただ砂利の上っていうのはね結構もういろんなもう草が入り混じってなかなか取りにくいんですよね。砂利っていうのは結構厄介ですね。敷いた時っていうのはなんか綺麗でいいなと思うんですけど、やってるうちにどんどん草とかゴミが混ざっていってですね、だんだん汚くなっていくので、僕は砂利を敷くのはあまりおすすめはしないですね。ただ防犯のためのこれ軽石なんでね、だからこれを敷いとくと人が通ったらこのジャリジャって音が鳴るので、そういった意味でこれ巻いてたかと思うんですけどね。ただ、見栄えだけのために砂利を巻くっていうのは僕はあまりおすすめはしないですね。それだったらもう防草シートをやるとか、
3ヶ月に一度僕を呼んでずっと草抜きをして、草がもう生えるのを諦めるっていうぐらいもうずっと抜いていくっていうね、結構ね草の葉っぱっていうのはもう取っちゃえば下に根はあるんだけど、毎回葉っぱを取って茎も取ってっていうのをやっとくとですね、なんか諦めるみたいですね、草の方もね、もう生えるのやめたっていう、もしくはあれですね、光合成ができなくなって栄養が取れなくなって、生えてこないということもあるみたいですね。これは笹の対策法で、どっかの記事に読みました。笹は地下茎でつながっていますので、毎回生えてくるんですけどね、こまめにこの茎とか新芽をね取っているとなかなか生えてこなくなりました。ちなみに僕の家の庭ではそうなりました。なので笹はもう生えてきたらすぐに抜いてしまうということが大事かな。さあ、そうこうしてるうちにようやく12分経ちましたね。はい、いよいよ終盤です。除草剤を撒いてますね。この切り口に除草剤を散布して、その切り口から吸わせるという作戦ですね。本当は葉っぱにかけて葉っぱから吸わせるのがいいみたいなんですけど、傷口をつけてそこから吸わせるっていうのでもいいんですけどね。ただ根元にねただ撒くだけだと根から吸うことは最近の除草剤ではあまりないらしいので、なるべく切り口にかけるというのを意識してやってましたね。だからちょっと草が残ってるように見えるんですけど、これは切り口を分かりやすくするためにちょっと出しているということで、言い訳させてください。順調にかけてますね。結構株切り刻みましたね。よくね電動ノコギリ買えばいいじゃんとかね言われる方いるんですけども、今回のようにフェンス際の木とかいうのはですね、電動ノコギリやってしまうと一気にフェンスを傷めてしまう可能性もあるんですね。なので、こまめに作業をしなきゃいけないようなそんな状況の時はやっぱハンドノコギリの方がいいんですよね。あとは費用が単純にねかかるので、僕みたいな貧乏な人は買えないということですね。いずれ買うと思いますけどね、なんかネットで調べたら8000円ぐらいでいいハンドノコギリだったので、電動ノコギリやりましたので、いずれ買いたいなと思っております。YouTube もうすぐで1000人達成しますので、1000人超えたら記念に買っちゃおうかな。そんな風に思ってこれ隣から生えてきた芝ですね。さあ全部使い切りました。2リットル散布しました。ということで作業終了となりました。まずは作業前の動画を見ていただきましょう。作業前の家の裏手からですね、こんな感じで草が生えてた、シダ系ですね。日があまり当たらないとこでも生えるやつですね。シダとこれドクダミですね。だんだんドクダミの匂いが結構好きになってきましたね。なんていうか青臭さっていうかね、薬草ですからそこまで悪い植物でもないだろうし、そういうことを考えるとちょっと愛らしくなってきた感もあります。それをねごっそり抜いちゃったんですけどね。そしてメインのまずガレージですね。ガレージにこのね砂利が進出してたんですよね。これを戻さなきゃいけなかったんですね。これが野生の漆ですね。こちら見るとこんもり生えておりますね。なかなか茂っております。こう見ると砂利のところあまりねゴミが目立たないように見えるんですけども、近づいてみるとほら結構ビニール袋とかねお菓子の袋の破片がいろいろ散乱しています。あと以前剪定したであろう木の破片がね右の方につきましたけども、これですね。この山とかね、これ結構ね雨上がりだったので濡れてて気持ち悪かったですね。湿気というとなんかね気持ち悪いですね。ボロ雑巾を触ったかのような感じでね。そして、これが3メートル超えの木ですね。これもね群生してるので何本って数えるのが難しかったですけど、この辺りに石とブロックとかの間にね生えているドクダミですね。そしてこれが椿の4連発ですね。椿結構硬いのでなかなか苦労しましたね。でこれが赤目頭ですね。ひょろひょろっと長いだけなんでこれは大したことですね。そしてこれ伸びているのが三つ葉カズラですね。つる系がまたね、だいたいトイレとかお風呂の格子にこんな感じでね絡まりますよね。あとはドクダミは室外機の周りに生えがちっていうね、これあるあるですね。なぜかそこに集まるんですよね。なんかどうやって集まるんですかね。匂いで集まるのか、そこに転んで飛んでいくのか不思議ですね。これだ
毛茂っておりました。割となんかまあまあ普通かなと思いきや、切ってみると割と大変でしたね。はい、そして作業後ですね、見てみましょう。まずはメインのお庭の方ですね。袋が並んでおりまして、はい、すっきりしましたね。だいぶ明るく見えますよね。やっぱり木がなくなると明るくなります。なんかね、木を悪者に感じてしまってはね、かわいそうですけども、なければないですっきりしますけど、はい、でもまあ綺麗な形でね生えていたらすごく愛らしい植物なんですけども、まあ、暴走しだすとねなかなかちょっと見栄えが悪くなっちゃうんでね、まあかわいそうなもんですけどね、人間の都合で生やされたり切られたりとかね。はい、でもまあすっきりしたなということで、今回は処理したいなと思いますけども、はい、まあ本当はね4時間で終わらせる予定だったんですけども、ちょっと石のね砂利式を丁寧にやってしまって、結局6時間半かかってこの仕上がりになりました。まあまあ日が暮れるまでにねできたんでよかったですね。はい、花壇もね綺麗になりました。はい、そしてこの割れ目の部分から生えた毒台も綺麗になりましたね。はい、そして通路の方もさっぱりしました。苔もなくなりましたね。一応除草剤も巻きましたから、まあ半年ぐらいは生えてこないんじゃないかなと思いますけどね。はい、裏手も綺麗さっぱりしました。はい、どうもありがとうございました。じゃあ写真を具体的に比べてみましょう。これが野生の漆ですね。かぶれないかちょっと心配でしたけど、はい、こんな感じで剪定した後ですね、こんな感じ。はい、こちらの難点の方ですけども、さあこの14本がはいこんな感じになりましたね。これが剪定した時の写真ということですね。この後ねバッサリ切られてますけどね、はい、全くなくなりましたね。はい、すっきりしました。はい、これ手前に浄化槽の蓋が見えてますよね。あともう一個あるんですけど、はい、こんな感じでそれを表に見えるようにしてほしいということだったんで、この除草剤の蓋をすくい出したということですね。ずっと埋もれてたんですね。これ埋もれていると除草剤の中掃除できませんからね。はい、これ多分ね前の人は知らなかったのかな、この除草剤の蓋の存在をね。はい、裏手も綺麗になりました。玄関周りやっぱね一番いい木が入ってこないといけないわけですからね。はい、あんな感じですっきりできてよかったと思います。さあ切り株たちを見ていきましょう。はい、切りたてっていうのはやっぱね白く断面図が見えてね、断面が見えて綺麗ですね。そこに除草剤をどんどんかけていったということですけどもね。はい、これが難点ですよね。14本切った後あります。はい、そして駐車場からの、はいツルね全部なくなりましたね。はい、うまい具合にこれかけた瞬間の写真撮れましたね。これは京葉デーツで買ってきましたね。はい、2リットル2リットルですね。はい、2リットルだいたい1個の一軒家で巻くのが2リットルというのが平均的だそうなので、はい、まあこれ希釈してますけどね。はい、濃縮タイプもあって、濃縮タイプはまたこのね容器を買ってそれで薄めないといけないんですけどね。まあ、ただ濃さを調整できるのでそれもいいかなと思いますけどね。人によってあまり巻かない人もいるんですよね。そうなるとまた草が生えてきたという話もよく聞きますので、まあ、どれだけ巻かないといけないのかっていうのはねちょっとそのやってみないとわからない。そしてまた散布した後に雨が降っちゃったりすると流れていっちゃうんですね。だから効果が限定的になってしまうっていうのもありますけどね。はい、窓枠についてた三つ葉かずらきれいに取れましたね。はい、そしていろいろね生えてた根元を見つけ出してこうやって巻いております。除草剤巻いておりますね。はい、ふんだんに巻いてますよね。このシャワータイプこれ勝手に生えてきたんですよね。玄関周りもこの隙間にねちゃんとピンポイントに当てとかないとね。なのでちょっとねフラグ的な感じでこの葉っぱを残したりとかしてそれを目印に当てていくということですね。はい、結局4束の剪定だと袋が10袋出たんですけども、まあ持って帰れる分はこの自転車にね積んで持って帰りました。っていうのが一気に捨ててしまうと、持って行ってもらえない場合があるのでちょっと分散したいなと思いまして、はい、明日またこのお家の家の近くのゴミステーションに捨てる分とうちの近所で捨てる分というふうに分散させて持って帰らせていただきました。はい、ということで今回の作業6時間半でいただいた作業料の方は42,700円でした。どうもありがとうございました。はい、皆さんももと
もと作業量分かってたのにもかかわらず最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、ということで最近この動画を見ていただいてお問い合わせをいただいたりする機会が増えまして本当にありがとうございます。はい、どんどんこの市川市近所の方で仕事をさせていただけたら非常にありがたいなと思います。もちろん出張の方も可能ですので、はい、遠慮なくお問い合わせいただければと思います。はい、ということで本日は最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた。